東京の夏は本当に暑い。朝日が昇った途端にもう暑い。外に出るのが苦しすぎて、涼しい部屋で本を読んで過ごしてます。パリに移住された女優のアンさんの本を読みましたよ。元気にはつらつとパリで子育てしている様子が綴られてます。心に一番残ったのは、最後に付け足された愛犬との出会いから別れまでの物語。私にも永遠に忘れられない犬がいるのでね。胸がじんと熱くなりました。料理は嫌いじゃないけど、この暑さ、ご飯の支度がかなりつらい。でも食欲は衰えない。おやつもちゃんと食べたい。とびきり簡単なコーヒーゼリーを作ろう。お湯を沸かしてコーヒーを入れて、熱々のコーヒーにゼラチンを加えてよく混ぜる。容器に移して冷やし固めましょう。とっても簡単。このところ火を使わないおかずをよく作ります。元気をくれる夏野菜、どんどん食べよう。ナスとパプリカの揚げ浸しを作りましょう。オリーブオイルをまぶしてエアフライヤーで調理します。油で揚げるよりローカロリー。揚げた油の処理にも困らない。火を使わないから熱くない。いいことばかりですね。だしを効かせたつけ汁にドボン。削りたての鰹節でうまみを足しましょう。これで4回分のおかずができました。
暑くて外に出られないから気になってた壁を直そう。以前この棚がついてたのだけど、石膏ボードの壁に開けたビスの穴がグラグラになって外れちゃったんです。どうしたものかなと頭の片隅にずっとあった困りごと。ある日突然答えが見つかりました。石膏ボード用のアンカーなるものが Amazon のおすすめに出てきたんです。検索してないのにどうしてですかね。願えば夢は叶う？それとも引き寄せの法則？願いというほど大げさなものじゃないけどね。出会えてよかった。40年以上前の息子。かわいかった。10年ぐらい前の孫たち。ここは思い出の棚。夏の作り置きをもう一品作ろう。夏大根の冷やしおでん。冬のおでんはコトコト煮込む。夏のおでんは保温調理で手間なく作る。火を使うのは沸騰するまでの5分ぐらいだから、いろいろと負担が少ないんです。冬に大活躍の保温調理鍋だけど、使い方次第で夏も活躍してくれそうです。ご飯は玄米にしよう。すぐに炊くと美味しくないのでね。お昼まで2時間ぐらい水に浸しておきましょう。去年作ったピンクのチェックのワンピース。これを着て母の介護施設に行くと、母と同年代のおばあちゃんたちが嬉しそうにニコニコ笑って、素敵なワンピースね、若い人はいいわねって言ってくれるんです。いやー、若くはないんですけどねって心の中で苦笑いしちゃうけど、褒められるとやっぱり嬉しい。
このワンピースは何度か着てからウエストのあたりをちょっと詰めたんです。ブカブカじゃない方がかっこいいと思ってね。ウエストを縛る紐も作ったけどあまり使ってないですね。新しいワンピースは改良して少しスリムにしてみよう。面白いプリント柄の木綿の布、上手に着こなせるといいな。It's open for tonight, it's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay a little while. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere we go is where I long to roam. Night or day, I'm taking you all the way. 'Cause my heart screams, let me carry you. 30年ぶりにお裁縫を再開して気づいたことがあります。お店で売ってる服は試着できるから似合うかどうかは鏡を見ればわかる。自分で作る服は前もって試着できないから似合うかどうかは作ってみなくちゃわからない。当たり前のことなんですけどね。何着か作ってようやくそれを実感するようになったんです。おかげで自分に似合う服はどんな服なのか、気持ちよく過ごせるのはどんな服なのかってことを真剣に考えるようになりましたよ。作ってみたけどいまいちだった。まあそういう服もあります。そういうのはパジャマにすればいいよねって気軽に考えてたら何着パジャマが出来上がったかな。でも失敗を恐れてはいけない。小さな失敗を繰り返してゆっくりじっくり自分にぴったりのものに近づけていく。料理もパン作りも服作りもみんな同じですね。最初はレシピ通りに作って完成したら大成功。すごく嬉しい。いただきます。何度も作るうちにここをこうしたらもっといいかもとちょっとずつアイディアが浮かんで自分の体と心にしっくりくるものが出来上がる。そうすると作るのがもっと楽しくなるんです。今日はワンピースを作る日。早起きしてお昼ご飯のパンを焼きました。
水通しした生地をアイロンで地直し、楽しい作業です。裁断、縫い代をきちんとつけたか確認しながら緊張する作業です。苦手なポケット、生地がよれないように慎重に表と裏を合わせていく。難しい作業が終わったからお昼ご飯にしましょう。アイスコーヒーを入れて朝に焼いたパンを食べますよ。いただきます。布の端の処理はお気に入りの折り伏せ縫い。見えないところだけどちょっとこだわってます。三つ折りにして縫うの。子供の頃によく言われましたよね。家に帰るまでが遠足ですって。お裁縫は細かい糸くずが結構床に落ちるんです。糸くずを掃除するまでがお裁縫です。どうですか、このワンピース。さっくり着られて綿 100%、 風通しがよくてとっても気持ちがいい。緑の布でウエストを絞ればお出かけにも使えそうですね。次に読む本は久しぶりの恋愛小説。恋心は遥か遠い思い出の中だけど、服にまつわるお話が読みたくて選んだ一冊です。さらっと読めて心が軽くなるストーリー。心に残る文章がここにもありました。人と違うのが個性じゃなくて、自分らしいのが個性。いつでも自分らしく生きましょう。